一人一人の歌唱力がものすごくハイレベルなので、やることやること全部心に刺さってくるじゃないですか。もう本当に最高すぎますね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐 in the summer、こちらのオフィシャルミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今月はですね、嵐歌声分析強化月間ということで、嵐の歌声分析動画をですね、たくさん公開していきます。今回の In the Summer でもですね、嵐のメンバーの皆さんの歌声の魅力をですね、たくさん見つけることができましたので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。では早速、嵐 In the Summer 歌声分析 GO!いいね。英詞ってのがいいですね。で、桜井くんのこの声はですね、口の中の口腔共鳴、この音色がですね、メインになってると思います。言葉がものすごく聞き取りやすいと思うんですけど、それはですね、口の中の音色がポイントになってます。その中で声の雰囲気としては爽やかな感じが出てると思うんですけど、それはですね、少しだけ鼻の中の音色をですね、歌声に混ぜてるんですよね。これ、鼻腔共鳴って言います。言葉のクリアな感じを口で、声の雰囲気を鼻で、そういった音色作りですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱり言葉の発音がものすごく綺麗なので、それだけでもリズミカルに聞こえてきますよね。素晴らしいです。いいね。やっぱり安定感が素晴らしいですよね。で、大野くんはですね、鼻の鼻腔共鳴が中心なんですよね。この安定感はどこから生まれてるかっていうと、言葉のタッチが変わったり、歌っている音域が変わっても声の音色がですね、一定なんですよね。普通音域が上がると声の音色が細くなって、音域が下がると声が太くなる。これが自然な性質なんですけど、大野くんはですね、全部同じ音色で歌ってます。そこ注目して確認してみましょう。ほら。やばくないですか、この安定感。さすが世代ナンバーワンって言われる歌い手かなっていうふうに思います。ここは相葉くんがメインメロディーで、オクターブ上の高い音域を淳くんが歌ってんのかな。やっぱり相葉くんのこのハスキーな声質、ものすごく魅力的ですよね。で、子音をかなり強く出してるので、歌声に力強さも感じれますし、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、オクターブ上を歌ってる淳くんの裏声がですね、美しすぎるんですね。確認してみましょう。シーズンのあたりの相葉くんの発音めちゃくちゃかっこいいですよね。S の子音をですね、すごく強く前に出してる感じです。で、声の音色的にはですね、相葉くんは肺の中の胸腔共鳴、ここをメインで使っていて、そして歌声にですね、ちょっとだけ鼻声の音色を足してるんですよね。で、胸腔共鳴っていうのは声の太さをコントロールするポイントです。相葉くんの今のところの男らしい雰囲気は胸腔共鳴で作られています。で、鼻声の音色が少し入っているので、全体的にかっこいいんだけど甘い雰囲気っていう歌声ですよね。これが素晴らしいです。で、淳くんの高い音域はですね、裏声をほとんど鼻の中に通すような発声方法を使ってます。そうすると、頭が響くヘッドボイスっていう音色がですね、出やすいんですよ。この歌声の美しさはですね、ヘッドボイスの音色ですね。かっこいい。で、二宮くんの声はですね、胸腔共鳴と口腔共鳴、この2つを同じぐらいの割合でメインで使っていて、少しだけ鼻の音色を足してるって感じかな。めちゃくちゃかっこいい歌声ですよね。
それでいて全体的にですね、軽く音を切るテクニック、スタッカート、これを入れてるので、躍動感がね、めちゃくちゃかっこいい。確認してみましょう。ほらほら。もうラッパー並みの発音の強さですよね。子音の発音の強さね。やっぱり英詞っていうこともあって、子音をですね、強調しやすいっていうメリットもあるんですよ。そこをうまく使って歌ってますね、二宮くん。さすがです。ああ、いい。なんか雰囲気がいい意味で独特な感じですよね。タイトル、インザサマー。なんか南国を想像させるような、ミュージックビデオの映像もそうですけど。で、全員で歌ってるポイントで、この爽やかな雰囲気を表現できるっていうのがね、さすがだなっていうふうに思います。やっぱチームワークがすごいですよね。全員で歌うと、なかなか細かい感情表現ができないっていうところが、まあ個人的にはねデメリットかなっていうふうに思うんですけど、嵐の場合ってそのデメリットがないですよね。全員で歌っても喜怒哀楽の感情をしっかりと表現してくれるというか。ほら。いいね。「お」から「イエー」のこのためがねかっこいいですよね。いやー、インザサマーめちゃくちゃいいですね。うん。で、やっぱり先ほどちらっと言ったスタッカート、これ全員で歌ってる時もしっかりとね同じ位置で音切ってるんですよね。こういうところもすごいですよね。入念にミーティングをしてしっかりとグループ練習をしないと、こういった全員で同じ位置で同じ歌い方をするっていうのはできないと思います。ほらほら。今、じゅんくんの笑顔がすごく爽やかでかっこよかったですね。In the summer みたいな感じでアクセントの位置もですね、全員一緒なんですよ。すごいですよね。もしかしたら僕がこれ驚いてるのを見て、プロだから当たり前でしょっていう風に思う方もいるかもしれないんですけど、ここまで細かくやってるボーイズグループってなかなかいないですよ。ただやっぱり全員で歌ってる箇所もこういう風に細かくやればやるほどかっこよく聞こえてくるので、ファンの方々にね喜んでいただける魅力の一つなんじゃないかなっていう風に僕は思います。いい。今最後のところでハモリが入ってましたよね。やっぱりハモリのフレーズも集中して聞いてみるとものすごくかっこいいんですよ、嵐の楽曲って。歌のメロディーがこういう風に動いているのに対してハモリのパートは同じ音をこうキープして歌ってるみたいな。こうハモリがあってメロディーがあって、こういう風に音関係が進んでいくんですよ。そうするとメロディーがハモリに近づいた時の音と離れたところのハーモニーの雰囲気の違いっていうのを感じることができるんですよね。これものすごく細かい話してますけど、嵐のハーモニーってこういうのが多いんですよね。他のボーイズグループはやっていないハーモニーの作り方かなって思います。確認してみましょう。今のところ最後のところね。めちゃくちゃかっこいいですよね。前にも何かの動画で言ったと思うんですけど、僕昔バックストリートボーイズがめちゃくちゃ好きだったんですよね。バックストリートボーイズって歌って踊れて、なおかつコーラスもコーラスグループ並みにものすごいっていうボーイズグループなんですけど、やっぱり嵐の楽曲を聴くと僕は和製バックストリートボーイズなんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。本当にハイレベルだと思います。いなんかここからラップが始まりそうですね。イエーイエーイイエーってこうねリズムを強調したかのようなフレーズが出てくると。違ったわあ、すごいね。ここはロケ地はどこなのでしょうか。海がものすごく綺麗ですね。そしてラップが始まりませんでした。嵐の楽曲展開を予想するとことごとく外れてしまうので余計なこと言わない方がいいかもしれないですね。
いいね。この曲始まって初めての日本詩が出てきましたね。ずっと英詞でいくのかなと思ったら、急にポンと出てきた日本詩。なんかほっとしますよね。で、じゅんくんの歌声はですね、口の中の口腔共鳴が中心です。口腔共鳴の特徴としてはさっきも言ったんですけど、補足すると日常会話で話している時に使う声の音色にですね、近づけることができるんですよね。愛着が湧きやすい声質になるというか、もう一回聞いてみましょう。いい声。で、全体的にかなり強めに音切ってますよね。だからラップではないんですけど、それに近いぐらいの躍動感だったり歯切れの良さを感じるじゃないですか。このリズム感がですね、ものすごく心地いいですよね。いいね。ものすごく相葉くんの声がですね、美しい音色でしたよね。で、1番とですね、声の音色の作り方を変えてるんですよね。1番は男らしいかっこいい声質に鼻声の音色を混ぜているような歌声だったじゃないですか。ここでは鼻の音色をですね、メインで使ってます。もう鼻以外使っていないんじゃないかっていうぐらいの音色チョイスなんですけど、それがですね、この色気につながってるんですよね。確認してみましょう。呼吸のみたいな。僕がやるとこういう感じになるかな。いや、めちゃくちゃ素晴らしい歌声でしたね。いいね。やばいね。めちゃくちゃかっこよかった。桜井くんと二宮くんの掛け合いで最後にハーモニーになるっていうね。めちゃくちゃかっこいいですね。で、やっぱり地声に対して、さらに力強い地声でハーモニーを二宮くんが歌っているので、ハモリの響きの広がり感がやばいですよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎる。やっぱり地声に対しては地声でハモる。裏声に対しては裏声でハモる。こういう風に声質をですね、揃えてあげることによってハーモニーってものすごくきらびやかに響くんですよね。そこがですね、ものすごく分かりやすいポイントだったかなって思います。すごいね。で、こういうメインメロディーに対して音幅が離れているハーモニー、これもかっこいいですよね。両方の声の存在感をしっかりと感じることができるっていうか、一体感っていうよりも歌声の個々の個性のバトルみたいなね、そういったかっこよさありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。最後のね、二宮くんがロングトーンで高い音を伸ばしてる下の音域で大野くんがフェイクを歌ってるっていうね。歌声だけ聞くともう R&B なんですよね。こういう風にフレーズバトルみたいなアレンジってよくあるんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。ボーカルアレンジっていうか、パート割りの構成も最高ですよね。A メロ、B メロでは個々の個性をしっかりと表現していて、で、全員で歌うところはチームの絆を感じることができるっていう。もうね、ほんと毎回感動しちゃう、このパート割り。やっぱここの「お」から「イエー」に行くところ好きだな、僕。いや、これからね、暑い季節が始まると思いますけど、インザサマー、季節的にぴったりですね。運転中とか BGM で流したくなってきます。で、よく聞かないとわからないぐらいの音量でハモリフレーズが入ってるんですよね。このさりげない感じがものすごく素敵だなっていうふうに思います。この爽やかな雰囲気を作り出してる理由の一つにもなってんじゃないかなって思うんですよね。
インザサマーのところもハモリ入ってたかな。で、おおおおのところはハモリなし、ユニゾンですね。ユニゾンってみんなで同じメロディーを歌うことをユニゾンって言います。いいね。後半になるにつれてハモリのフレーズが入ってくるってごめんなさい。なんかハモリがかっこよすぎてハモリの解説ばっかりになってましたね。ハモリは基本二宮くんが歌ってんのかな。もう一回聞いてみましょうか。ここまでユニゾン。酔いしれたいからがハモリが入ってんのか。この曲のハモリに関しては二宮くんなのかな。ごめんなさい、ちょっとね聞いただけだとわからなかったので、ぜひ嵐ファンの皆さんコメントで教えていただけるとありがたいです。いいね。でリズムがどんどん激しくなってきましたよね。なんかねこういう展開実は僕期待していたんですよ。でも予想すると今まで大きく外すことが多かったので言わなかったんですけどっていうとなんかね嘘くさいんですけどね、本当は考えてなかっただろうなんて思う方もいるかもしれないんですけど、この先の展開が楽しみです。やっぱりそうですよね。リズムが入ってきましたよね。で最後のサビではもうビートががっつり効いたサビになるんじゃないかななんてね思うんですけど、てかねそうなったらいいなって感じです。こういう展開が来てくれたら嬉しいなみたいな。本当にこれどこで撮ってんだろう。めちゃくちゃ景色が綺麗ですよね。で今シーンが夕方に切り替わる瞬間ですけど、海に照らされた夕日かな。ものすごく綺麗ですね。うわ、急に来たね。C メロで急にものすごくかっこいいコーラスがやってきました。メインメロディーはジュンくんですよね。多分ジュンくんのメインメロディーに対して上ハモリと下ハモリでこう音域で挟み込むようなコーラスアレンジかと思います。もう一回聞いてみましょう。ちょっと聞き直したら思った以上に複雑でしたね。ジュンくんのメインメロディーに対してオクターブ上で同じメロディーを歌ってるパートがあって、でそのメインメロディーとオクターブ上の間にハモリパートがいるんですよね。で前半はその流れでこう進んでいくんですけど、後半になるとオクターブ上で歌っていたパートがですね違うハモリパートに変わってます。だから後半だけ3声コーラスになってるんですよね。メインメロディーを入れて3パートで構成されたハーモニーで、前半もまあ3声コーラスって言えば3声コーラスなんですけど、一番高いパートと一番低いパートがメインメロディーになってるので、ユニゾンに対してのコーラスパート1パートみたいな、ちょっとねすごく説明すると難しい感じになってました。ただねそれがかっこいいですよね。すごいね。で多分コーラスパートの歌声はですね音質加工がされてると思うんですよね。ちょっとデジタルチックに聞こえる音質加工っていうか、この加工の名称をね僕ちょっと詳しくないのでわからないんですけど、ただこのキラキラした感じがですねめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。いやアレンジも素晴らしすぎますね。嵐の魅力が 120% 発揮されるようなアレンジというか、めちゃくちゃかっこいい。えい、なるほどね、こういう感じなんだ。いや桜井くんのフレーズがものすごく美味しいですね。ハモリでバーってきて、で桜井くんの声だけになってサビ突入みたいなね、めちゃくちゃかっこいい。なんかメインメロディーに対して上ハモリがあったじゃないですか。上ハモリっていうよりもハモリパートなんだけどフェイクみたいなニュアンスのフレーズでしたよね。メインメロディーが2つあるみたいな、めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。
ほらほらほら。うん、やばいね。やっぱりボーカルアレンジ最高すぎません？嵐。で、一人一人の歌唱力がものすごくハイレベルなので、やることやること全部心に刺さってくるじゃないですか。もう本当に最高すぎますね。えい美味しい二宮くん。こういうの好きです、僕。もうさっきからっていうかね、ずっと言ってるかもしれないんですけど、R&B のアドリブパートなんですよね。二宮くんがやってるのって。相当な音感と、相当な歌唱力がないと、多分ね、こういうフレーズって歌えないと思うんですけど、この自由に歌ってる感じがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。うん、うん。ここでは大野くんが先ほど二宮くんが歌っていたパートをやってるって感じなのかな。ハモリ兼フェイクみたいな。やっぱりなんか後半の締めは大野くんっていう感じがね、僕の中ではするんですけど、やっぱり少しパートが変わっただけで雰囲気をですね、大きく変えてくれるっていうのが嵐のすごいところですよね。うん。いいね。今、裏声で攻めてましたよね、大野くん。必要最小限の音のみで攻めるっていうね。かっこいい。後半に行くにつれて、コーラスが分厚くなってくんですね。なるほどね。こういうアレンジもね、僕大好きですね。いや、すごいですね。本当にこのコーラスワークが。こんなにコーラスに力を入れてるボーイズグループって、日本だともう本当嵐しかいないんじゃないかなって思うぐらい、細かいこともやってるし、そしてやってる内容もすごいしね。いや、本当尊敬ですよ。もうね、ニヤニヤが止まらないですね。毎回そうですね。もう嵐のね、最後の大サビに来ると、もう本当にね、ニヤニヤが止まらなくなる。こう、声で畳みかけてくる感じが、ものすごくかっこいいですよね。最高すぎますね。うん。今の裏声は相葉くんですかね。なんかこの美しい女性みたいな音色は相葉くんの裏声っていうイメージが僕の中では強くて、間違ってたらごめんなさい。うーん。うんうんうん。こういう感じでエンディングに向かっていくのかな。この余韻感がたまらないですね。いやー、今回も素晴らしすぎましたね。以上、嵐 in the summer 歌声分析はここで終了です。いやー、素晴らしすぎましたね。曲がどんどん進むにつれていって、コーラスの音の厚さが増していくっていうこの流れがですね、最高に僕好みの展開すぎましたね。そして嵐の楽曲の素晴らしいところは、一人一人の個々の個性をしっかりと表現しつつ、チーム全体での絆というか、チームワーク力ですよね。ここもしっかりと表現していて、一曲の中で嵐の魅力を全て詰め込んでいるっていうところが僕はすごいなっていうふうに思っています。そして毎曲同じ魅力ではなくて、その曲その曲が持つストーリー性だったり、喜怒哀楽の感情、こういった細かいところまでしっかりと伝わるように歌を歌っているところがですね、本当に最高すぎるなっていうふうに思います。5月は嵐歌声分析強化月間ですので、もう僕ができる限りの嵐の魅力をですね、皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、お付き合いいただけたらなというふうに思います。これからも嵐全力で追っていきます。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、そしてハイプの方もよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。